にちは。銀座成功堂斉藤久志です。日本刀の美、今回は長野にやってまいりました。長野といえば松代藩で栄えたことでも知られ、日本刀においてもとても重要な地域です。今回の刀剣の旅パート1では、江戸時代に真田家が統治していた頃を中心に松代藩とはどんな藩だったのかを見ていきたいと思います。そしてパート2では、長野の刀匠山浦実夫、源清麿兄弟の足跡を訪ねたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今回は永和堂朝倉社長にご案内いただけるということで、朝倉社長、今日はお忙しいところありがとうございます。よろしくお願いします。刀剣界で長野といえばこの松代藩が思い浮かびますが、松代藩とはどんな藩だったんでしょうか。松代藩っていうのは、山浦兄弟と非常に関わりの深い場所だったんですね。でそれでこのお城自体は武田信玄が川中島合戦の時に、築城するんですね。当時の24将の一人山本勘助が永禄年間にこの城を作るんですけれども、江戸時代に入って真田家が上田城からこの松代城に移封になるんです。でその後幕末までずっと真田家が統治することになるんですね。なるほど、そうですか。では早速にご案内いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。特別お時間をいただき、真田宝物館学芸員溝部さんに案内をお願いいたします。よろしくお願いします。こちらのフロアは真田家の歴史を紹介しているお部屋になります。真田家の発祥からですね、江戸時代を通しての活動、あと幕末の戊辰戦争などの資料をご紹介しております。こちらの真田家の家紋のパネルにご注目ください。現在真田家の家紋は4つ確認されております。中でも有名なのが陸奥連線の家紋になります。こちらは三途の川の渡し陣が陸奥連線であるということから、死を恐れずに戦うという心意気を表した家紋と言われております。こちらの展示室は年に4回展示会をしておりますので、いつ来ていただいても目新しい資料をご覧いただくことができます。こちらが武田信玄の息子の勝頼からの書状になります。こちらは特別展の部屋になります。で、今年10月から文部学校が改修工事を終えてオープンいたしました。それを記念いたしまして、こちらで特別展を行っております。文部学校で当時使われていた教科書とか玉刀など、そういったものが実践のものを展示しております。こちらのフロアは真田家伝来の大名道具1というお部屋になります。大名道具の中でも重要な部分を占めました武具類ですね、そちらを中心に展示しているフロアになります。真田家の甲冑や馬具、刀といったものが主に展示してございます。
こちらは真田家に伝わる甲冑になります。八代藩主真田幸貫の所用と言われております。真田家の氏神に白鳥神社がございまして、そちらの神社に祀られていた甲冑と言われております。全体的にいろんな糸で脅しがかけられておりまして、とても色鮮やかな資料となっております。こちらは粟田口義満の担当になります。真田家では義満の担当と言われて古くから大事にされてきました。関ヶ原の合戦の時に真田家は西軍東軍に分かれて戦うんですけれども、その時東軍の徳川家康についた真田信行が自分の4歳の息子を徳川家康のもとに人質として使わせます。その時に徳川家康が自らの腰に刺していたこの短刀を、人質になった4歳の子供に手渡したというものになります。真田家では、一番の、重要品としまして二重の箱に収めて大切に代々保管してまいりました。これは国の指定品か何かにはなっているんですか？国の指定にはなっていません。県の指定を受けて憲法となっております。国の指定品になっていてもおかしくないことは本当に大名刀ですね、これは。そうですか、ありがとうございます。こちらの刀は太慶直胤の天保6年の作品になります。真田家には試し刀と伝わっております。嘉永7年に松代藩で行われた荒試しで実際に試されたと言われる刀でして、物打ちの部分が刃こぼれがとてもおびただしく、実際に物を切った様子を伺わせております。我々使うことはないので、実際に使うとこのような形になってしまうんですね。そうですね、とても分かりやすい事例になっております。貴重な資料ですね、これも。はい。こちらの脇差しは天保4年の源清麿の作品になります。清麿は一時松代に滞在していたところがあったそうで、その頃に作ったものだと言われております。清麿21歳の若い頃の作品と言われております。この脇差しは幕臣の久保田菅に送った刀っていうことで、最初の刀で有名な刀ですよね。江戸時代には参勤交代制度というお殿様が江戸と国元を行ったり来たりする制度がありました。その時はお殿様の家族は江戸に住まなくてはいけなかったんです。ただ9代藩主真田幸則の時代、幕末頃になりますとその制度が緩められまして、お殿様の家族が松代へ帰ってくることができました。家族のうちお殿様のお母さんにあたる定昌院の方という方がいたんですけども、その方が住むために建てられたのがこちらの真田邸になります。真田邸にはお客様を呼ぶための公のゾーンとお殿様の生活をするプライベートなゾーンに分かれておりました。こちらのお部屋お居間というんですけれども、プライベートな空間の中でも最も位の高いお部屋になります。そのためか、袋戸なども、御用絵師が描いた絵が描いてあったり、
そちらの上にあります釘を隠すための釘隠しなどが宝袋になっていたり、とても繊細な細工がされております。こちらが真田邸の庭園になっております。座って眺める座観式庭園という形式になっております。遠くに見える象山という山があるんですけれども、そちらの山を、このお庭の一体として借景として完成させているお庭になります。中央にある池は梵字で心という字をかたどったと言われる心字池と呼ばれるものになっております。四季折々いろんな姿が見れるとても美しい庭園になっております。こちらは文武学校といいまして、松代藩の武士の子どもたちが通うために建てられた学校になります。水戸の講道館を習って江戸時代の終わり頃に建てられました。子どもたちは8歳になると入学しまして、14歳までは学問を勉強しました。15歳から武芸の修練に励んだと言われております。全国で約250ほどこのような藩校があるんですけれども、このように当時の姿を残している事例は貴重と言えます。